はい、それでは 12AU7 プッシュプルヘッドホンアンプの製作第1回目スタートしたいと思います。今回はですね、制作に先立って、コンセプトをご紹介して、また制作にあたってですね、いくつか、気になる点というか不明な点があるので、それらを明らかにするための実験を行っていきたいと思います。まずコンセプトなんですけれども、前回までのシリーズですね 6L6 を使ったプッシュプルアンプを作ったんですけれども、そこで、プッシュプル回路というのはですね、出力トランスを小型化できるということを学ぶことができました。少し振り返ってみますと、今ご覧いただいているのがシングルアンプの出力トランスですと。シングルアンプというのは常にですね、一方向に直流電流が流れていまして、この直流電流が呼び起こす磁力線ですね、によって直流磁化という現象が起こります。この直流磁化が起こってですね、もし仮にこのトランスが飽和してしまうとですね、さらにそこから同じ方向に電流を加えたり減らしたりして交流の信号を生み出したいんですけども、そういうことができなくなってしまうということなので、シングルアンプのトランスというのはこの直流磁化によって飽和が起こらないようにいろいろな工夫がされています。その一つはですね、この鉄心部分ですね、コアの部分を大きくしてなかなかこの磁力直流磁化で、飽和しないようにしようという作戦と、それからですね、トランスというのは一次側から二次側へ電力をトランスファーするというのが、本来の仕事なんですけれども、あえてこの一次側と二次側の間に、エアギャップ、隙間を設けましてですね、トランスの性能をあえて悪くすることによって直流磁化による飽和の発生を防ぐというような作戦が、取られていたりします。でこういったですねシングルアンプの出力トランスに対比してプッシュプルアンプの出力トランスはと言いますと、この中央部分からですね、B 電源から直流電流が流れてくるんですけれども、半分は上側真空管に、そして半分は下側の真空管に流れていきますということで、直流磁化がですね全く同じ量で向きが逆のものが発生するということになりますので、全体をこう引いてみますと、そういう直流磁化が全く発生していないのと同じような状況に見て取れるということになりまして、これによって、小型でよりトランスの性能を高めることができるという特徴があるんですね。この特徴を生かしてより小型のアンプを作りたいなというふうに思ったんですけれども、以前この私のチャンネルでですね、12AU7 という総三極管を使ってスピーカー用途のシングルアンプを作りました。なので小型のアンプもですねスピーカー用途ということであればもうすでに持っているということなので、今回はヘッドホンアンプを作ってみようというふうに考えました。で私のライフスタイル的にですね、ヘッドホンで音楽を聴くときというのは大体、仕事机の上に前に座っているというかパソコンの前に座っているということが多いので、USB のですね、オーディオインターフェース、DA コンバーターを入力段に備えたヘッドホンアンプというものを今回作ってみようかなというふうに思い立った次第です。そこでですね、この小型のトランスというものを探していくんですけれども、私がよくトランスを購入させていただいているゼネラルトランスさんにもヘッドホンアンプ用の出力トランス売ってあります。なんですけれどもですね、サイズ感としては、プッシュプル用の小型の出力トランスよりも一回り小さいかな、二回り小さいかなというぐらいで、普通のスピーカーをつなぐための出力トランスとさして大きさ、変わらないなという印象だったんですね。でもっとコンパクトなものないのかなということでいろいろとネットで探していましたところですね、橋本電機さんという会社さんから
皆様もご存知と思います山水というですね、ブランドを冠した山水 ST32 という出力トランスが販売されていることを発見しました。こちらですね、出力が 0.2W、 一次側のインピダンスが1200オーム、二次側が8オームということで、おそらくスピーカーを二次側に接続することを想定して、作られて販売されているんだろうなというふうに思ったんですけれども、ヘッドホンを接続するということになりますと、ヘッドホンというのはスピーカーよりも、若干、インピダンスが高いものが多くなっておりまして、大きいもの小さいものいろいろあるんですけれども、かなり大部分がですね32オームというインピダンスを持っているものが多いです。で、この8オームの二次側にですね32オームのヘッドホンを負荷としてつなぎますと、見かけ上の一次側の負荷抵抗の値も4倍になりまして、4800オームと、4.8 キロオームということになりますので、ヘッドホンをつないだときにはこの出力トランス一次側は 4.8 キロオーム、二次側32オームという出力トランスになると想定して、ロードラインを引こうというふうに考えました。はい、ということでですね、先ほども言いました通り、見かけ上のトランスの負荷抵抗の値が 4.8 キロオームで、プッシュプルで上側1本の真空管はそれの半分を、受け持つということですから 2.4 キロオームの負荷抵抗ということになりますと。そして、この広々としたところにですね、動作点を持っていきたいなと思いますので、いやということで、仮にプレート電圧 180V、プレート電流 9mA のところに、バッテンマーク、動作点のバッテンマークを置いてみました。そしてですね、ここがトランスの交流的な負荷抵抗の値が2.4 キロオームということで 9mA 流れますから電圧の効果は 21.6V 発生しているということが計算で分かりますので、交流的なみなしの電源電圧 201.6V、 その 201.6V が全て、プレートにかかってくるときというのは、全く電圧効果していないとき、電流が 0mA 全く流れていないときということですから、電流 0mA 201.6V のところにバッテンマークを打ちます。もう一つね、Y 切片の方ですね、これはですね、プレートのところが 0V になる、つまり、トランスで全て電圧が降下してしまうところの電流量を求めるんですけれども、84mA という風になりまして、このグラフではですね、もうだいぶ上の方になってしまってバッテンマークがうまく書けませんので、ちょっと値を変えまして、プレートが仮置きで 150V になった時というのを計算してみました。そうしますと、トランスで 51.6V 電圧効果がしているはずということですから、その時に流れている電流量は 21.5mA ということで、150V 21.5mA のところに3個目のバッテンマークを引いて、それらを結んで直線で結んでロードラインとしました。はい、そしてですね、このマイナス 5V のところを中心にプラスマイナス 5V、グリッドをスイングしてあげますと、電圧の方が 45V ピークトゥーピーク、電流の方が 18mA ピークトゥーピークというふうに変化しまして、それらから上側1本の真空管で 0.1W、上下2つの真空管、で力を合わせて 0.2W ということで、選定したこの ST32 の仕様に定められた出力の値 0.2W とちょうど、同じ値が出るということになりました。ということでですね、先ほど引いたロードラインをもとに、電力増幅部の回路図を記載したものがこちらになります。今回はですね、ゼネラルトランスさんで販売している GC230
10004という電源、トランスを使いますと。そこからですね、何がしかの 300V 近辺の出力電圧、直流の電圧が出てきて、それをドロップ抵抗でドロップして B 電源として 185V ぐらいを用意しますと。それをトランスに流し込んで、上側の真空管に 9mA、下側の真空管に 9mA 流しますと、いうふうにな回路になっていますと。バイアスは 5V を作りたいということですから、仮想度の下の抵抗値は560オームというふうに計算しました。なんですけれども、上側真空管に 9mA、下側に 9mA、合わせて 18mA、このトランスに流して良いものなのかどうなのかというのがですね、ネット等々で調べた、この仕様の中からは読み取ることができませんでした。ですので、自前でですね、こういう電流の値を流して、本当にこのトランスに何か悪い影響がないのかどうかというところを、自分で実験してみようというふうに考えました。まず第一段階としてですね、今回使うこの GC23004 という電源トランスから 18mA を取り出したときに、果たしてこの整流回路の出口は何ボルトになるのかなというのを測定しました。負荷抵抗の値をいろいろ変えて調整して測ってみましたところ、18mA 流れる状態にすると整流回路の出口というのが 301V になるということが分かりましたので、301V を 6.7kΩ のドロップ抵抗で電圧を落としてあげて、B 電源として 180V を作りますと。これをですね、トランスの B 電源の入り口に入れまして、上側真空管の代わりにですね、20kΩ の抵抗を接続します。そうしますと 180V 20kΩ ということで 9mA 流れます。下側も同じようにします。こうしますと、この出力トランスに上に 9mm、下に 9mm、合わせて 18mA の電流が流れる状態を作ることができると。この状態でですね、しばらく時間をかけて置いておいて、トランスに何か変化が起こるか起こらないかというのを観察してみましたので、その様子ご覧ください。はい、ただいまですね、この小型のトランスに、約 18mA の直流電流を流して、長期安定性確認の試験を行っているところです。何やらここにですね、金属のプレートが見えますけども、これは電圧ドロップ用の抵抗がですね、若干熱くなってきますので、それを放熱するために、急ごしらえで作った放熱板になります。はい。ということでですね、これをしばらく、置いておいて、何事も異変がなければいいなというふうに思います。はい。通電してからですね、およそ12時間ぐらい経過しました。特に変わった様子は見受けられません。触ってみたりしますとですね、電源トランスの方が少しほんのりあったかくなってるかなという感じですけれども、この小型の出力トランス、触ってみた感じでも特に何か変化があるようには思えません。ちょっと簡易的なですね、温度計で温度を測ってみたいと思います。まず、電源トランスの方ですね。36度、7度、そういったところでしょうかね。はい、出力トランスはどうでしょうか。30度、29度。28度。外気温とほぼ変わらない感じでしょうかね。引き続きちょっと電圧を測定していきたいと思います。
はい、それでは電圧を測定していきたいと思います。まずですね、ドロップ抵抗の手前ですね、ブリッジ整流回路の出口のところの電圧ですけれども、306ボルトですかね。5ボルト。ちょっと最初の想定よりは4ボルトほど高い感じですけれども、特に大きな変化はないかなというふうに思います。そして、B 電源に相当する部分ですね。ドロップ抵抗の後の部分を測ってみますと、178.1 ボルト。180ボルトぐらいを狙っていたわけですから、かなりいい線をいってるんじゃないかなというふうに思います。ということで、何か熱くなってるような感じもないですし、最初と変わらず、狙い通りの電圧が、かかっている。おそらくですので、所網の電流もずっと流れ続けている。断線している様子もないということが伺い知れますので、ほんの12時間程度ですけれども、通電し続けた感じでは、この電流の量を流して、おそらくあんまり問題ないんじゃないかなということが推測できるかなというふうに思います。はい、ということでですね、一応12時間程度ではありますけれども、この出力トランスに変化の兆しが見られないということで、ほっと一安心ということになりましたので、引き続いてはですね、電圧増幅部、そしてプッシュプル回路に特有のこの位相反転部というものを作っていきたいというふうに考えたんですけれども、ここでまたですね、私のコンセプトというか勝手な思い入れなんですけれども、すでに電力増幅をする段階で 12au7 を2本使っています。プッシュプルですので、3極間を4個、LR2 個ずつで4個、真空管を2本使っています。でここにですね、さらに真空管を並べるということになりますと、コンパクトなアンプといえどもですね、いささかちょっと真空管が林立したような感じになって、ちょっと自分のイメージと違うなということで、なんとかこの真空管を使わない、やり方がないかというふうに思いました。それからですね、先ほどの橋本電機さんのトランス、小型のトランスの、カタログを見ているとですね、非常にいろいろなトランスが売られているなというのが分かりました。先ほどご説明に上がりました ST32 というのはアウトプットトランスなんですけれども、それ以外にもインプットトランス、そしてここにドライバートランスというものがかなりなバリエーションで用意されていますと。そこでですね、思い出したというかですね、私もですね、昔から無線と実験という自作オーディオの記事がたくさん載った雑誌読んでおりまして、それでですね、その昔若かりし頃ですけれども、トランスドライブというやり方があるというのを記事で読んだことをその時に思い出しました。でですね、その時の記事、雑誌を出してきてもう一度読み返してみたんですけれども、1997年7月号の、松並先生が書かれた、300B シングルパワーアンプトランスドライブというもので、これ、当時の若かった自分はですね、これすごいな、こういうのを一度作ってみたいもんだなと思ったんですけれども、記事の中で、CR 結合に比べて10倍以上コストがかかるというふうな記載があったので、当時は泣く泣くというかですね、諦めて、もう少し年を取ってから作ろうかなというふうに思っていたわけなんですけれども、今回はこのような 300B のような、しっかりと出力が取れるようなアンプではなくて、最大で 0.2W 付近を狙うヘッドホンアンプになりますので、このドライバートランスを作るアンプ
使ったアンプを作るための練習としてもいいんじゃないかなと思いましたので、ということで今回はドライバートランス、この山水のブランドを冠したドライバートランスを使ってですね、電圧増幅も一層反転もいっぺんにそのトランスに、やってもらうというようなことができないかと、考えて、ちょっと頭を巡らせてみました。どういうことかと言いますと、理想的にはですね、こういう虹側にセンタータップがついたトランスがもしあったとして、一時側が、例えばこう50キロオームのように、しっかりとした入力インピダンス、高いインピダンスの値を持っているとすると、何かこう電圧を入力したときにですね、しっかりそれを受け止めることができて、しかも虹側がですね、それよりも、かなり大きな値、例えば10倍ぐらいの値を持っていたとするとですね、上側真空管に向けて、入力を5倍できて、下側真空管に向けて入力を5倍できて、いう風な感じで、こうするとですね、仮にプラスマイナス 1V の入力電圧が入ってきたときに、十分電力増幅部のグリッドをスイングできるんじゃないかななんて考えたんですけれども、さすがにですね、このトランスで50キロオームだとか数メガオーム、こういった値を持つものはなかなか売ってませんし、もちろん、先ほどのリストの中にもありませんでした。でその中で、ちょっと選んでみたのがST59 というものでございまして、一時側が25キロオーム、二次側が1キロオームというものです。でパッとこの数字だけ見ますと、いやいやいや、これでは、一時側に入れた電圧が二次側で小さくなってしまうじゃないですかと、皆さん思われると思いますけれども、まさに普通に使えばそうなるんですけれども、このトランスを逆方向で使います。もともと二次側と言われていたこの1キロオームの方を一次側にして、25キロオームの方を二次側にしますと。そうしますとですね、巻線比、つまり、電圧の比率が1対 4.67 ということになりますので、仮にプラスマイナス 1V の電圧を入力したとしますと、プラスマイナス 4.7V ぐらいが出るんじゃないかな。そして、このトランスを2個並列に接続して、しかも、上と下でですね、別のタップをグラウンドに設置させるというふうにしますと、おそらくこう位相が全く逆のですね波形が取り出せるんじゃないかというふうに考えた次第ですと。いや、本当にそんなにうまくいくのかなということで、少し実験をしてみました。その時にですね、このトランスのさらに前の部分ですね、今回は USB オーディオインターフェースの、DA コンバーターを使うということで進めようかなというふうに思ってます。それの選定を行いました。秋月電子さんで売っている、USB オーディオ DA コンバータキット REV-C というものを選定します。バーブラウン社の、PCM2704 という IC を使っていて、音質に定評があるというふうに書いてありますので、これを選んでみました。でこの特性を調べるために、どれぐらいの出力が出せるのかなというのを、オシロスコープで測定してみましたところですね、0デシベルですね。デジタル的にもうこれ以上大きな音は出ませんよというギリギリ最大の振幅を作って、その出力電圧を測ってみたところ 0.92V、そして入力をですねマイナス6デシベル、その、先ほど0デシベルの半分の電圧の音声ファイルを作って再生しましたところ、やはり出力は、ほぼほぼ半分になりまして 0.47 デシベル、すみません、0.47ボルトということになりますから、この USB オーディオインターフェースの最大出力というのは、プラスマイナス 0.92 ボルトぐらいなんだなということが推測できました。そこでですね、パソコンから0デシベルの波形を出力して、USB のこのオーディオインターフェースにつなぎますと、プラスマイナス 0.92V の電圧が発生して、それをトランスに入れます。でいくつか負荷抵抗の値をちょっと変えて測定してみました。まずですね、負荷抵抗として500キロオームを接続した場合ですね、ほぼほぼ入力はですね 0.9V、一時側は 0.9V 発生していて、極端にこう吸い込まれると電圧が下がってしまうというようなこともなく、
この USB のオーディオインターフェースですね、かなり出力インピーダンスが低い、欲しいですよとくださいと言われただけの電流を出すことができる、なかなか優れものだなというところが伺い知れるわけですね。そして西側のこの 500kΩ の負荷抵抗のところを電圧測ってみますと、プラスマイナス 4.2V ということで、倍率がほぼ 4.7 倍、4.6 倍から 4.7 倍ということで、ちゃんとこの巻き線の比率に応じた電圧の増幅を行ってくれているということで、問題ないのかなということが確認できました。次にですね、負荷抵抗 200kΩ に変更しています。これも全く状況変わりませんで、入力側で変な吸い込みもございません。1時側が 0.9V になって、プラスマイナス 0.9V になって、2時側がプラスマイナス 4.2V と。じゃあさらにこの負荷抵抗の値を小さくして負荷を重くしていきます。20kΩ にしますと、さすがにこれはちょっと厳しいようで、一時側ですね、この USB オーディオインターフェースは結構頑張っていって、しっかり 0.9V 出していくんですけれども、さすがにこう二次側でですね、所網の、4.2V 近辺、そういうのを出すことができずに 3.7V になってしまいましたということで、流せる電流の限界をもう上回ってしまったのかなということになりますので、今回は 200kΩ の負荷でいってみようというふうに考えて 200kΩ の負荷をつなぎまして、さらに、2つ、このドライバートランスをつないで、さらに、両方で、逆のタップをですねグラウンドに設置するというやり方で、この2つのトランスの出力を測ってみましたところ、良かったなというかですね、ちょっとほっとしたんですけれども、綺麗に電圧の値は同じで、位相が180度反転した波形が取り出すことができる。これをですね、電力増幅部の上側真空管、下側真空管のグリッドにつなげれば、おそらく、電力増幅部の真空管ドライブできるんじゃないかなというような手応えが少しずつ出てきたということになります。なんですけれどもですね、少しちょっと思惑と違ったのが、最初はですね、動作点をバイアス電圧マイナス 5V に設定しまして、プラスマイナス 5V スイングさせたいなということでロードライン引いていたんですけれども、このオーディオインターフェース、そして、ドライバートランスを介して得られる電圧の最大値がプラスマイナス 4.2V ということですので、この 12au7 のグリッドを精一杯振ったとしても、プラスマイナス 4.2V ということで、おそらく得られる電圧ちょっと下がるんじゃないかなということで計算し直してみましたところ、上側1本で 0.066W、上下2本合わせて、0.13W ということで、いささか先ほどよりは小さな値になってしまいました。ですので、もっと電力取れるところないのかなといろいろ実はですね試行錯誤をしてみました。例えば、一例ですけれども、バイアスの値をマイナス 4.5V にして、プレート電流の値を 9mV、9mA にしてというような絵を描いてみたんですけれども、確かに上がりますが、ほんのわずかですね、0.01W 上がるということだったので、他のところも指して、状況は変わらないということなので、今後ですね、ひょっとしたら、より、大きな出力を、出すことができる USB のオーディオインターフェースを入手することができるかもしれませんし、より増幅率の大きなドライバートランスを入手することができるかもしれないということを期待してですね、当初設計通りバイアス電圧の値はマイナス 5V ということで、いこうかなというふうに考えまして、書いた回路図がこちらのようになります。パソコンからですね、秋月電子の USB オーディオインターフェースを介しまして、その出力が2個の ST59 逆向き接続に入ってきます。で、ここでですね、4.6 倍から 4.7 倍ぐらいに電圧が増幅されます。取り出すところでですね、タップをですね、別
の逆のタップをグラウンドに設置することで、上側真空管と下側真空管のドライブ用の電圧、逆位相の電圧を取り出して、それを 12au7 のグリッドに接続するということで、うまくいくのかどうかと、ここまでできてきましたので、実際に部品を配線して、それからですね、その後、いろいろな電圧を測ってということを進めていきたいと思います。まずはですね、どのようにこれを組み立てていったのか、部品を配線していったのかというところを、ご覧いただきたいと思います。はい、今ご覧いただいているのがですね、小型の実験用のシャシです。すでにですね、真空管のソケットを取り付けるための穴がもういくつか開いていまして、それから、例えばスピーカー用の端子ですとか、入力用のライン入力の端子、そういったものが、すぐに取り付けられるように、あらかじめ穴が開けてあると、そういうものになっています。昔、ほんの少し前まではですね、これで実験するの十分なぐらいだったんですけれども、最近はプッシュプル回路というところに、だんだん足を踏み入れてましてですね、ご覧いただいているようなですね、実験用シャーシーといえども、かなりなサイズ、重量感ということになってきているんですけれども、今回は小型のヘッドホンアンプを作るということで、久しぶりにこの、小型のですね、昔から使っている実験用のシャーシーを引っ張り出して、その上に、非常にちょっと雑ですけれども、いろいろな部品を取り付けている状況であります。はい。ではですね、内側、中を見ていきたいと思います。はい、もうすみません。あらかじめ謝っておきますけれども、実験ということで非常にスパゲッティ配線になって、おります。そこはちょっとご容赦ください。ここにですね、2個真空管のソケットがありまして、そしてこちらですね、入力用のトランスというか、真空管をドライブするためのドライバートランスですね、4個。片チャンネル2個で合計4個あります。そして、ここの部分ですね。これが、出力トランスになります。どれもですね、非常にコンパクト、小さくて可愛らしいサイズになっています。はい、ということで、実装ですね、部品の取り付けが完了しましたので、この後、いろいろな部分の電圧を測定して、そして、視聴の方に移っていきたいと思います。はい、ということでですね、部品の接続、完了しまして、通電もしまして、いろいろなところの電圧測ってみました。まずですね、真空管のプレート部分、これはもう期待通りですね、185V が取り出すことができました。その時のですね、この下層度の下のこの電圧ですね、バイアスを作るための電圧、これがですね、上側と下側でできるだけ揃っている必要があるというのが、プッシュプル回路の特徴というか、制約条件ということになるわけなんですけれども、L チャンネルですね、見ていきますと、上側 4.85V、下側 5.05V ということで、アンバランス電流が 0.36mA、ないわけじゃないんだな、難しいなというふうに思って、R チャンネル測ってみますと、上側が 5.27V、下側が 4.86V で、こちらもっと大きくなりまして、0.73mA、もうちょっと小さくしたかったなというふうには思いました。ですので、自宅にですね、もう何本か 12au7 ありますので、いろいろなものを抜き差ししてですね、この2本の三極管がより揃った性能を出すようなものというのを、この後、選んでいきたいかなというふうに思います。それからですね、周波数特性も測ってみました。ヘッドホンを、本物のヘッドホンをですね、負荷につないで、周波数特性を測ってみました。
ちょっと平らな部分を探すのが大変な感じの周波数特性のグラフになっていますけれども、頑張ってというか無理やりというかですね、この 1kHz のところを基準にじゃあ考えていきますかというふうにしますと、電圧的に 3V 下がるところ、電力的に半分になるところが 100Hz、電圧的に半分になるところ、電力的に4分の1になるところが 40Hz ということで、ちょっとダメというわけではないんですけども、若干、低音の部分は少し、なかなか出力が出てこないのかなということが類推されますと。あまり、お世辞にもですね、特性がいいとは言えないアンプなんですけれども、ヘッドホンをつないでですね、音を聞いてみますと、この周波数特性とは違う特徴がですね、聞こえてきまして、一つ前のシリーズで作りました 6L6 を使ったプッシュプルの、作動増幅型の反転回路で私が感じた音質ですね、出音の感じ、ハイファイさ、というのとですね、非常に傾向の似た音がこれまた出てきたなというふうに思いました。ちょっと今反省してるんですけれども、一つ前のシリーズでですね、この 6L6 プッシュプルのところで、いやー、ハイファイの音が出てますと言ったんですけれども、そのハイファイの音っていうのがどういう音なのかというのを皆様にちゃんとご説明できないままですね、になっていましたので、ここで改めてこの自分がどういうところを捉えてハイファイと感じたのかというのを考えてみました。その前にですね、今回比較したものはですね、ローランドという会社が出しています UA55 というですね、USB 接続型のオーディオインターフェースのここにヘッドホン端子がありますので、ここから、ヘッドホンをつないで音を聞いて聞き比べをしてみました。その結果、ハイファイだなと感じたそのポイントはですね、まずアタック音ですね、もちろん打楽器ですね、ドラム、大太鼓、小太鼓などはもう常にアタック音が出ているということなんですけども、打楽器に限らずですね、すべての楽器というのは音の立ち上がりがあるんですけれども、その立ち上がりがですね、非常にシャープというかキレがいい、音の粒立ちがいい、一つ一つの音が、粒立って聞こえるというところが、あるなというふうに感じました。それからですね、前回もお伝えしたかと思うんですけれども、楽器それぞれが、奥行き感が非常にうまく再現されているなと、表現されているなというのと同時に、ステレオ感ですね、チャンネルセパレーションが非常にいいなということなので、ヘッドホンをして聞いているんですけれども、楽器、バンドとかですね、そういう、演奏している皆さんのいるスペースが非常に広く感じるわけなんですね。そして楽器一つ一つから発せられる音の、アタック感がシャープである、一つ一つの音の粒立ちがいいということになりますと、総合的にですね、楽器、ボーカルも含めですけれども、ここにこういう楽器があって、ここにこういう楽器があってというのがですね、クリアに聞こえて、情報量の多い音楽に聞こえてくると、いうことがこのハイファイというですね単語の意味だったんじゃないかなと今振り返って、考えるところであります。ということでですね、一見周波数特性はあまり、フラットとは言えないものだったんですけれども、それ以外のですねこの出音の特性というものが、非常に私の好みの音色ですね、一つ前の 6L6 プッシュプル作動増幅型反転回路のものも非常に気に入りましたということをお伝えしたんですけれども、それに、傾向の似たサウンドが出てきまして、もうこうなったらですね、仕上げていくしかないなと、いうことなので、次回以降はですね、またやるんですかね、紙の箱を使ってそこに部品を入れてですね、ケースの選定、などをしながらですね、そして、塗装、今回はですね、塗装が途中で、なくならないようにしっかり注意してやっていきたいと思いますけれども、塗装を行って、そして、今のプロトタイプ試作機の、回路を、移設してと、いうことで、しっかり長い期間今後永続的に使っていけるヘッドホンアンプというものを次回、作っていきたいというふうに思います。
はい、ということでですね、今回もまた長いビデオになってしまいました。最後までお付き合いいただきましてありがとうございました。また次回のビデオもご覧いただければ幸いです。ありがとうございました。